今日は長芋の海苔塩バター焼きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は長芋の海苔塩バター焼きを作りたいと思います。はい、ということで今回は長芋を使った簡単おかずレシピをご紹介していきます。食材はたった一つ、長芋だけなんですけれども、こちらを食べ応えのあるステーキ風に仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。長芋、片栗粉、めんつゆ、有塩バター、青のり、塩、お水、そして焼くときにサラダ油を使っていきます。ということで今回はね、こちらの材料で作っていきます。まず長芋は正味だいたい 200g 使っていきます。そしてこちらのめんつゆなんですが、今回2倍濃縮のめんつゆを使っていきます。こちらのめんつゆはですね、お水で薄めて使います。薄め具合などは後ほどご紹介します。そしてバターは有塩バターを使っていきます。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめに長芋の皮を剥いていきます。長芋を触る時なんですけれども、手をですね、こういった酢水に一度つけていただくとかゆみが軽減される時があります。なのでもしかゆみが出る場合は一度ぜひやってみてください。ただアレルギーのお持ちの方はね、ご自身の判断になるかと思いますので、結構ねアレルギー反応が出てしまう場合は手袋とかしていただいた方がいいかなと思います。それでは皮を剥いていきます。つるつる滑るので手を怪我しないように注意してください。はい、このように皮を剥いてください。そしたら今から切っていくんですが、素手で触るとすごく滑るので、こういったキッチンペーパーで長芋を持って切ってください。そうすると滑りにくくなります。ではこちらをですね、だいたい1センチ幅で切っていきます。滑らせて手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、 OK です。そしたらですね、ポリ袋を用意してください。このポリ袋の口を開けて、そしてボウルにセットします。この中に切った長芋を入れていきます。切った長芋を入れたら、ここに塩を加えてください。軽くね、塩もみします。少しね、下味をつけたいと思います。そしたら一度空気を抜いて口を軽く縛ります。このまま冷蔵庫で一度5分漬け込みます。はい、5分経ちました。そしたら口を開けます。はい、今こんな感じです。そしたらここに片栗粉を入れます。そして全体になじませてください。はい、片栗粉はこのように全体になじめば OK です。それではですね、めんつゆをお水で薄めていきます。このめんつゆの薄め具合なんですけれども、仕上げたい味の濃さよりも少し薄めにしてください。じゃあまずね、めんつゆ、そしてお水を入れます。このお水の量はですね、何倍濃縮のめんつゆを使うかによっても変わってくるので、味見をしてね、必ず調整してください。これで一度味見をします。はい、 OK です。こちらのめんつゆは今このように薄めた状態で大さじ 1.5 杯使っていきます。めんつゆの準備はこれで OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷いてください。だいたいね、大さじ2から3ぐらいですね。フライパンがね、このように全体浸るぐらいですね。このぐらいサラダ油を入れてください。そしたら火にかけます。火加減中火でだいたい30秒から1分ほど一度油を温めてください。はい、油が温まったら長芋を入れていきます。やけどしないように注意してください。火加減ね、ちょっと弱めの中火にして入れていきましょう。はい、このように並べます。そしたらこのまま少し焼き色がつくまで焼いていきます。このようにね、ちょっと多めの油で焼いていただくことで表面がサクッとした仕上がりになります。火加減はね、中火から弱めの中火で調整しながら焼いてください。はい、今ね、だいたい2分ほど経ちました。裏面を見ていただいて、焼き色がついてたら裏返してください。片面も同じように焼き色がつくまで焼いていきます。
はい、OK です。片面もね、今だいたいね、2分ほど焼きました。途中でこうやってね、転がしながらね、両面ね、均一に焼いていきましょう。そしてですね、このように表面がカリッとすれば OK です。一度火を止めます。そしてこのね、余分な油を拭き取ってください。やけどしないように注意してください。はい、こんな感じで油を拭き取ってください。サクサクに仕上がってる状態です。そしたら最後ですね、ここにバターとそしてめんつゆを加えます。そして火にかけて絡めます。はい、 OK です。このようにさっと絡めてください。あとはですね、最後こちら青のりを振りかけます。パラパラパラーっとね。それではお皿に盛り付けたいと思います。はい、これで長芋の青のり塩バターの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにいい感じに焼き色もついて、とても香ばしくて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。外はカリッとしてて中がホクホクです。すごく美味しいです。美味しい。そしてこのバターと青のりの香りが効いててすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の長芋の青のり塩バター焼きのポイントです。まず長芋なんですが、長芋の皮を剥くときはツルツル滑るので手を怪我しないようにだけ十分に注意してください。そして切るときもですね、素手で押さえると痒くなったりとか、あとはツルツル滑って切りにくいので、キッチンペーパーで押さえながら切るようにしてください。この時もですね、手を怪我しないようにだけ十分に注意していただけたらと思います。そして味付けのめんつゆなんですが、こちらはですね、仕上げたい味の濃さよりも薄めにしてください。そして薄めた状態で大さじ 1.5 杯使うようにしてください。こちらのめんつゆはですね、2倍濃縮、3倍濃縮、4倍濃縮といろいろ種類があると思うので、水の量はお好みで調整してください。そして焼く時のポイントです。焼く時は少し多めの油で焼くようにしてください。そうすることで表面がサクッとした仕上がりになります。だいたい片面2分ずつ焼いていただくとちょうどいいかなと思います。そして焼き終わったら余分な油を拭き取って、あとは薄めためんつゆとバターを絡めて仕上げてください。そして最後は青のりをお好みの量かけていただけたらと思います。今回ですね、めんつゆを使ったんですけれども、こちらは白だしを使っていただいても美味しく召し上がっていただけます。アレンジもお好みでやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は長芋の青のり塩バター焼きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。